今日はですね、僕が終鉄を立ち上げた頃からずっと言い続けているある身体操作、仙骨を入れる仙骨ロックですねについて解説してみようかと思います。そう、仙骨を入れるっていうのをやると、これだけでも、ね、結構重くなっちゃうんですよ。でこれで抜きますね。でもう一回入れます。もう一回いいですか。仙骨今抜けましたね。抜けました、これ入りました。なるほど。触ってる人は藤原先生のこう触ってもわからないとか。触ってみます。仙骨が入った状態っていうのをね、いつも触って確認してもらうんですけど、皆さんびっくりされるのが、表面から触っても何にも変化がないですね。これはね、隠してるとかそういうことではなくて、要は表から触って分かる筋肉の働きが関与しているわけではないっていうことなんですね。これが今入ってない状態で、今入った状態。全然分かんないです。触ってても分かんない。これが抜けた状態。これが入った状態。わかりました。解明できた。そうですね。いやこれしても絶対分からなかったです。こうやっても分からなかったの。はい。ものすごい奥の方なんで。要は、仙骨が入るっていうのは、大体の人は骨盤の形だと思っちゃうじゃないですか。でも骨盤の中にある仙骨が、一時期ね、僕仙骨を入れるっていうことは一切、言ってなかったんですね。それはね、指導上、それを言うことによってちょっと弊害がいろいろあるなと感じたからであって、この身体操作がね、僕の中で意味がないものになったわけでは決してなくてですね、むしろずっとこれが根幹にあると思っていただいてもいいです。それぐらい重要というかね、その仙骨を入れる感覚っていうのを僕は会員さんにね、なんとかこれを伝えたいっていうふうに思ってですね、大事なものは何なのかっていうのを体系づけていったということなんですね。で、じゃあ仙骨が入るのは何がどうなればいいのか。仙腸関節を入れる感覚というのは、具体的に言うと、まさにこの仙腸関節がね、内側にめり込むような感覚、確実に何らかのこの力感を伴ってぐーっと力が集約するような感覚なんです。初期の頃はね、YouTube でも、スイッチが入った、スイッチが切れたみたいな感じで表現していましたけども、それはまさにこの仙骨が入った状態がスイッチオン、仙骨入れを抜いた状態がスイッチオフっていう状態なんですね。要はね、それぐらいオンにした時とオフにした時とでパワーがもう劇的に変わるっていうことなんですね。これは打撃に関してもそうですし、組み技にしてもそうですし、もうまさに劇的に変わるんです。なんでこんなに威力が変わるのかっていうのが、僕自身もね、もう本当に不思議だったんですけれども、このメカニズム的にね、どういうことが起きているのかっていうのが分かってきたので、それはね、またいずれ違う形で、解説したいなと思いますけれども、今日はね、それをね、噛み砕いた感じで解説していこうかと思います。仙腸関節っていうのは骨盤の中にあって、グッと締まる感じになったとしても、本当にもう数ミリの動きなんですね。このほんの数ミリの動きが起きることによって何が変わるかというと、全身の力を統一して、最高の効率で伝えるには上半身とか下半身が、バラバラだといけないんですね。そのハブのような中継地点になるのがこの仙腸関節なんですね。ですので、ここのね、固定クッと締まった感覚というのがほんの数ミリでもですね、遊びがなくなると劇的に力の通りが良くなるわけなんですね。もう本当に劇的なんですよ。そしてこれはですね、パワーがアップするというよりも力の質感が一気に変わるんです。遊びがなくなるので、ぐにゃぐにゃの棒で力を加えるか、鉄のね、
塊のような棒でグッと力が加わるかと、そういう違いに近いですね。相手にねものすごい力として作用する。ですので厳密に言うとですね、この力の立ち上がり方っていうのがポイントになるわけなんですね。例えばバーベルを持ち上げる時とかね、重いものを動かす時、その時はですね、ゆっくりした立ち上がりの力であろうが最終的に達成できれば OK なんですね。アウターマッスルのね大きな力でなんとかなったりするんですけども、武道格闘技で人間に力を響かせようとすると、これはねもうその立ち上がりの速さというのがもう決定的に重要な要因になるんですね。もうこれが遅いと人が力を及ぼしても結構対応できてしまうんですね。だけどその人間が対応できるタイミングの先を行くような力の発し方をするとびっくりするぐらいガツッと効いてしまうんですね。ここねすごく重要なポイントですけども、キーになるのがこの仙腸関節の締まりなんですね。そしてこの力の出方っていうのは、重いものを持ち上げるとかそういった部分では全然こう鍛えられない、全く考え方の違う力の発し方になるっていうことですね。じゃあ何なのかというと、これはね仙腸関節のメカニズムとして、骨盤の中でグッとロックが強まる、フォースクロージャーという働きがあって、仙腸関節の安定性は骨の形状と噛み合いによるフォームクロージャーと筋肉や筋膜の張力で関節を圧着させるフォースクロージャーという2つの仕組みで成り立っています。前者はニューテーションという動きによって自然にロックがかかる仕組みですが、終鉄における仙骨を入れるという技術の本質は後者のフォースクロージャーにあります。日常生活では無意識に行われるこの制御を終鉄では特殊な身体操作によって意識的かつ強力に発動させます。一般的に知られるフォースクロージャーとは異なるアプローチで関節を強固に一体化させるこの手法は終鉄独自の身体操作であると言えます。いきなりその仙腸関節をどうこうっていうのは非常に難しい、意識して動かせるような筋肉ではないので全部が。でそこに至るアプローチとして呼吸、その呼吸の時に動く筋肉の働きを練っていくとか、あと一番大事なのは、いつも言っている伸びの姿勢ですね。伸びるっていう動きが実はこの時に関与する、筋肉、関係が深い、この2つのを使うことによってその仙骨入れを学んでいく、そこに向かっていくっていうアプローチになっています。はい、以上です。ありがとうございました。